その春子さんがね、うん、電車に飛び込んだっていう時は、やっぱり今とは全く違う心境だったと思うんですね。別人ですね。今日は春子さんのご自宅兼お仕事場にお邪魔しています。こんにちは。こんにちは。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。春子さん、今これ何の作業をされてるんですか？私が台本を書いてコントをやるのでフライヤーを作っております。一回友人に連れてかれたライブハウスでプロじゃない方たちがねパフォーマンスしてたんですよ。そこに見に行って出ないかって自分最初絶対無理だと思ったんですけど、出ませんかってお声がかかったので歌で最初出たんですけれど、芝居もしたくなっちゃいまして欲が出て、9月15日から始まる立脇春子古典で使う絵です。すごくね、素敵な個性的な絵ですね。ありがとうございます。初めてね、女の人の裸的なものを描きました。今お芝居をしたりコントをやったり、はい、そんな風にっていうのは、昔は考えられなかったですか？もう全然考えられないです。本当に子供の頃から喋んない子で暗いねって言われてたのでね、今となっては180度変わりましたね。今の春子さんしか知らないから信じられないですね。いやもう本当学校も行ったり行かなかったり登校拒否地だったんで、いじめもありましたし、すごい暗い生活を送ってましたね。その暗かったのは何歳まで？暗いのってなかなか治らなくてね、癖みたいなもんで30近くまで暗い感じでしたね。その電車に飛び込んだっていう、あの事故は今から何年前でしたっけ？20年ぐらい前ですね。でやっぱりその飛び込んだ時には暗かったっていう、暗かったですね。暗い、もう癖になっちゃってましたね、暗さが。3子をね失うっていう障害を終わりましたけれども、事故に遭って、その後はやっぱり手足ないのでね、もがいたりとかいろいろリハビリもあったり、暗かったですやっぱり。だけどある時身体の障害の作業所に通わないかっていうふうに姉から言われて、通い出してから変わりましたね。あそこは大事な場所ですね。私はターニングポイントというか、今左手だけが生きていまして、この両足右手は義足なんです。途中まではありますけれど、でそんな中でご自分でイラストのお仕事をされて、舞台やコントは趣味でやられている。やってます。でどうする？またじゃあこっちでいい？チェック、じゃあ稽古してみるか。で衣装つけて最後ね。やらなきゃいけないから。パーパーどっちもいいよ。パー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 つばぜり合い。ずーっと押し込まれる。パー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 。すごくねこう活動的な感じするんですけど、いつから何がきっかけでそんな春子さんになられました？一番大きいのは作業所に通ってからです。私障害者の人と話すことがね、交流がなかったんですよ今まで。この障害になってからしか。みんな明るいし面白いし、性格は素直っていうかもう何でも言いたいこと言うし、見習うとこばっかりでね。で優しいですしね、みんな自分のことが大変なのに人のこと気遣ってくれるんですよ。私に大丈夫って言ってくれたりとか、あなたも大丈夫じゃないじゃないって、大丈夫って思うんだけど、自分のことより私のこととか大丈夫とか先に聞いてくれたりとかね、優しいな。人の優しさに触れたのはなんかそこが初めてではないですけど、本当に純粋に感動しました。春子さんのね動画の1話2話を見られて、コメントをたくさんいただいてるんですけど、ありがとうございます。生きづらさを抱えている方が多いんだなっていうことと、死ぬことを考えてますっていうコメントも多いんですけれども、私は作業所で変わったので、もしそこに行ける状態であれば一回体験していただけたらいいなと思います。でそこの人たちとね話したり、一緒にご飯食べてね冗談言い合ったりとかですね、ボランティアさんとか募集してますので、直接お電話かけたりねし
してボランティア募集してますかっていう問い合わせもいいと思いますし、気持ちの変化のきっかけになるかもしれないですね。そうですね。私は本当に変わったので、もし体験できるんだったらしてほしいですね、本当に。あちら側もね、やっぱりいい変化があるのでね、そういうので、外部の交流っていうのがね、相乗効果でね、いいんじゃないかと思ってます。私もそうですけど、やはり作業所に通ってる時とかね、そういうね、外部の方と喋ることって、なかなかないんですよ。通うだけだから、そこの作業所の中の人とだけしか喋らないっていう生活が何年も続いていたので、やっぱり新鮮な風が吹くので嬉しいです。作業所に行って前向きになったエピソードが2つあるんですけれど、1個は前も言った創作教室の先生と知り合ったこと。あともう1個は、そこの作業所の職員さんとめちゃめちゃ喧嘩したことです。喧嘩をした。はい。喧嘩ってやっぱり人として扱ってくれてるんだなって思いまして、怒られたってわけじゃなくて、言い合えたことが嬉しかったことですね。なんて言ったらいいんだろう。本音でぶつかり合えたってことですね。自分が出せたんだって思ったんですよ。今まで建前ばっかりでね、暗く気にしながら生きていたのを、先ほどの職員さんとは言えたって思って、それは変わる一歩ですね、それが。多分みんな本音言えないでいる人多いんじゃないかなと思うんですよね。空気読まなきゃいけないとかね。多分作業所の子たちは誰も空気読んでないです。多分自分が我慢すれば丸く収まるとかね、思っちゃう人多いと思うんですよ。言いたいこと言えないでね。一波乱あっても言っていいんだっていうね、作業所の信頼関係もありますけどね、だから。だけど本当、ボランティアさんとかで行けたらいい経験になると思います。そういう作業所っていうのは各地域にございます。これはおすすめです。ありがとうございます。本当に美味しいですね。噛み応えあって。春子さんよくこちらにいらっしゃるんですか？はい、うちの近所なので仕事で疲れた時とか来てます。春子さんの T シャツも置いてあるんですね。はい、これが一番人気ある鶏の T シャツなんですけど、私もすごい気に入って着てます。成功とまでは言ってないんですけれど、歩んでる段階ですね。階段をね、一歩一歩。最初は精神やってると何もかもが面倒くさいんですよね。で、月1の陶芸教室やった時も面倒くさくて、最初は全然手をつけてなかったんですが、だんだんみんながやって楽しそうにしてるとやりたくなってきちゃって、でやり始めたらハマったっていう感じですね。それでどんどんその気になってって、である方に一言ね、お前は何がやりたいんだって聞かれたことがあるんですよ。で、いや就職したいみたいな漠然なことを言ったんですけれど、いや本当にやりたいことをね、恥ずかしがらずに言ってみようって言われたんです。その時に絵描く人になりたいって勇気出して言ったら、じゃあ可能性に蓋するなって言われて、でそれからその気になって一年発起して勉強を始めました。最初は本当に荒れました。本当にわがままになりましたね。である時気づいたんですよ。人が荒れてると人はだんだん誰もいなくなるなってことに。で気づいた時に本当誰もいなくなっちゃってて、でこれじゃダメだって思って、でも作業所には通ってたんですけれどね、作業所で創作教室でさっきほど言った、希望を見出しましたね。可能性に蓋をするなって言ってくれた人もいたし、いろんな言葉を作業所でいただきました。それで立ち直ってきたんだと思います。だから私は本当に人に助けてもらってここまで来たと思ってます。個展やるので。はい、わかりました。ありがとうございます。こんにちは。僕がちょっとインドネシアから独自に入れてる
今日の水出しは、7番メニューの7番のフローレスハイランド、私が独自でインドネシアの方から直接入れている素材を水出しコーヒーにしました。おいしい。なんだろうこれ、面白い。初めて飲んだコーヒーですね。美味しい。美味しい美味しい。玉の子神社って言って将軍様が玉さんっていうのかな、ここら辺の人を見初めて側室にしたので玉の子神っていう風に言われてるそうだと聞きました。結構コメントでも、今生きづらさを抱えてる人がね多いんですよね。で春子さんの動画を見て本当にこう救われたっていう、嬉しい。そういう方も多いので、その春子さんがね、電車に飛び込んだっていう時は、やっぱり今とは全く違う心境だったと思うんですね。別人ですね。それでそれが20年前のことですもんね。はい。20年経って今って、どういうふうにあの時のことって思われます？なんか20年前飛び込む時は私は自分だけは被害者だと思っていた節があって、被害妄想が強かったのもあるけど、自分だけが一番辛い思いをしてる人だと思っていたんですよ。でそうなんないと多分きっと人ってああいう行動に出ないのかなって思ったり思い起こすとね、思うんですよ。だけど周り見渡すとやっぱり気づいてる人いっぱいいるしね、私の言葉で気づいた姉友だとかいるわけですよ。今思い起こすと、人を傷つけたこともあるのに自分だけが傷ついてると思っていた自分がいたと思います。昔20年前はね。やっぱり時間が解決するっていうか、時間が経つにつれ気づくことって多いと思いません？思います。だからなんか焦らずね、私言われたのが人間の致死率って 100% じゃないですか。絶対いずれかは確実に死ねちゃうんだから、そんなに急がなくていいんじゃないかと思うんですよ。一回一呼吸を置いて、時を待つとかね。あとこの前2回目の動画で言ったけれど、出会いって本当大事でね、で出会いないっていう人だってコンビニの人だって出会ってるわけだし、絶対出会いって気づかないうちにあるわけですよ。でそういう人たちにを大事にしてほしいですね。気づいてほしいなと思います。たった一人の人との出会いが人生を変えることってありますもんね。思います。方向が変わっていくっていうか、今きっと悩んでる人ってそれだけにね集中しちゃってるからカチンカチンになっちゃってると思うんですよ、心が。だけど一呼吸置いて見るとどうかなって思ってますね。今私が言えることはそれぐらいなんですけどね。そうですね。なんかこう視野が狭まっちゃってもうよくはならないって思い込んじゃう場合が多いと思うんですよね、人って悩んでる時って、なんかこうやって話してますけど、暗い話ほど後で持ちネタになったりね、持ちネタっていうとあれだけど、肥やしになるのでね。しんちゃんくらいだったら、やりたいことやってからそういろいろ試してみてから、ね、何もしないでっていうのはもったいないよね。もったいないで、どうせ死んじゃうんですよ、100年後は。そうどうせみんな死んじゃうんだから。そうなんです。この YouTube を通してね連絡くれてお友達になってくださって、前向きにねお互いに一緒に生きようって言ってくれた人、本当にありがとうございます。
私もそういう人たちのためおかげで力強く生きていますので、春子さんが生きていてくださるっていうのが皆さんのすごい勇気になると思うんですよ。ありがとうございます。今度ね個展もされるということで。そうなんです。はい、なんか思いがけずそういう形になりました、で自分で分かってます、未熟なところとかね。だけど今でしょって思ってやってます、よかったらいらしてください。会いに来てください。笑ってる人の周りには人が来るっていうから笑ってなきゃいけないですね。そうですよ。笑ってる人。これちょっと豪華メニュー。こんな久々です。大人のお子様ランチらしいです。